いやー、よいしょ、すいません。奥行っちゃってください。奥失礼します。すいません。でさ、池袋のはい、うちの店までお願いします。お願いします。お店があるんですね。そうなんですよ。池袋にゆる学とか入ってる店やらせてもらってて、いや、ありがとうございます。中村さん、今日はライブ呼んでいただいて、とんでもないです。いやありがとうございました。めっちゃ面白かったです。ご来場いただきまして、持続可能なライブ公演。持続可能な、いや、あれ我々のいいフレーズですよね。持続可能。そうですね。マジで大体の YouTuber って燃え尽きていくじゃないですか。そうですね。うちもでも3年続けばいいねみたいな話であれでももう3年ぐらいやってますよね。もう3年ぐらいなりますかね、多分。そろそろ目標クリア。そうですね。一旦上がりという形になります。マジでその続けたら勝ちっていいですよね。そうなんですよ。僕が演劇をずっとやってるんですけど、やめるんですよね、みんな。やめそう。僕も YouTuber ずっとやってますけど、ほぼやめてきますよ、みんな。そうですよね。どんどんやめてくんで、僕より芝居全然うまかったやつが今いないみたいな。切ないですね。あいつうまいよね、でもやめたねみたいなところで勝っていけるっていう。そうですね。結局続けてるやつが最後まで立ち続けたやつが勝つってボクサーと同じシステムですよね。そうなんです。いや、めっちゃそうだな。いや、僕、マジで今持続不可能なんですよ。いや、やりすぎですよね。そうです。いや、俺マジで先月ずっと声枯れてて、声全然出なかったんですよ。そうですよね。で、ラジオ形式、アドリブのラジオをいつも撮ってるんですけど、僕の持ち味って何回言われた時に憎たらしい高音で長いこと喋るっていうそうですね、スパッと返すのを持ち味にしてるんですけど、それってつまりっていうとこのつまりがカスカスで出ないせいで持ち味全部奪われて心配がかかっちゃいますよね。本当にそうです。両手両足もがれたぐらいの大丈夫かみたいな判定でそうなんですよ。いや、だからもうコメントもその時期撮ったやつが堀本の声が枯れているのがノイズだからやめてほしいやめてほしいって言われてもやりたくてやってるわけじゃねえんだけどなみたいな。こっちも好きで枯れてるわけじゃない。いや、めっちゃだから俺持続不可能だなと思って。いや、そうです。いや、でもすごいですよね。僕も今回お会いできるってことになって、本をまず読み、ありがとうございます。僕の本読んでくれたんですか？拝読した嬉しい。ありがとうございます。もちろん存在は知ってたんですけど、ちゃんとコンテンツに触れたことがなかったんで、動画を見始めて、まずゆる言語学ラジオから入って、いろいろ見ていく中で、なんかこのチャンネルもやってる。そうなんですよ。なんかまた違うチャンネルがおすすめに出てきてる。でも全部堀本さんいるなみたいな。だから全ての場所に偏在しているってだから最初ちょっと絶望しまして追い切れないこれはと思ってそうなんですよ。今多分うちの会社でやってるチャンネルが11個ぐらいあって、11個ですもんね。で、そうです。僕がレギュラー出演してるやつが5個ぐらいあるんですよ。6個ぐらいで、だから週8とかで僕の動画が更新されて週は7日しかないんですよ。全部1時間ぐらいあるから、全部見ようと思ったらマジ人生すべて僕に捧げてもらわないといけないっていう。僕も全然最近見始めた、もう夢中なんですけど、すっかり。ありがとうございます。最近見始めたんですけど全然追えなくて、よく言われます。いや、どうやってるんですか？いや、そうだからそれをなんとか今気合でこなしてるんですよ。やったらやっただけ儲かるじゃないですか。そうですね。YouTuber そうだから燃え尽きるんだと思うんですけど、数をこなせばこなすほど儲かる。で、僕らは2B で会社からお金をもらって、その会社のチャンネルを作るっていうのをやって、で僕らだけなんです。その面白さに責任を持ってうまく活かせる会社って多分ほぼなくて、綺麗に編集した58再生の動画ばっかり作るんですよ、みんな。むっちゃありません、世の中に。ちょうど58ですよね。ちょうど58ですよ。俺何ですかねちょうど58なんですよ。大体94とかのことないんですよ、そうなんですよ。全部58、必ず58になるように決まってるんですけどそうだからそれやってる会社ばっかりで、僕らは面白いもの作りますよっていうのを言ってるので、多分それやろうと思ったら僕らにばっかり相談が来て、そうですね、とんでもない数、今問い合わせがとんでもない数、いや月10件とか来ますね。
持続可能が理想なんですか？本当は持続可能にしたいんですけど、それやったらやった分だけ儲かるからやっちゃうんですよ全部。そうですよね。なんかでも僕らも割と今のうちにみたいな気持ちがちょっとあって、だから人気があるうちにしっかりやっとこうみたいな、なんでちょっと持続可能か、本当に持続可能かって言われるとだいぶ怪しい部分はあるんですけど、でもそれですよね、持続可能なコント公演って言いながら実は結構ハードスケジュールをこなしているっていう、そうですね、結構無茶してはいるっていう、両党を掲げて苦肉を売っている状態です難しい言葉ですね。僕両党を掲げて苦肉を売る言わないですか？僕額ないんですよ。マジですか？今すごい合わせて笑いましたけど。すごかったですね。じゃあとか言いましたけど、今通じたなと思って嬉しかったんですけど、どういう意味の完全な愛想笑い。愛想笑いでした。古事成語であるじゃないですか、その商人が羊の頭を掲げて売ってるから、羊の肉なんだなと思ってみんな買いに来るんだけど、実はそれ売ってるの犬の肉で、すごい嫌な言葉だ、むっちゃ嘘っていう本当ですね、むっちゃ嘘です。すげえ嫌な言葉ですね。すげえ嫌な言葉です。いや、その素朴な実感なかったですよ僕。もう当たり前の用語だと思ってたから、ある言葉として。そうです思ってたけど、嘘つかれてるのかなと思ってますけど。確かに、いやありますなんでここで俺オリジナル古事成語言うんですか？いやでもそれ確かにいい実感ですね。あんま気にしたことなかったけど、でも本当にその嫌な状態です今。そういや、なんかだから次からそうしたらいいんじゃないですか。用途を掲げて苦肉を売るコント公演名前に変えたらいいんじゃないですか。なんだって何を見せられるんだって。いやだから持続可能じゃない人が持続可能なコント公演って言ってるんだって景品法違反ですから。それはね、消費者庁に怒られても何も文句言えない。いや今日これが怖かったんですよ。森本さんと同情できるってなって、そのここ突っ込まれるなって、いろいろ突っ込みどころが多いんですよ。僕ら結構演劇やってる人間ってその一括りで言うとあれですけど、適当な人間が多いんで、そのイメージあります。あらがめちゃくちゃ多くて、持続可能も完全に今その幻想というか、完全な理想で言ってしまってるっていうことですね。本当に続けたいなという一点のみでちょっとそれも僕気になるんですけど、演劇の界隈の人って、なんというかイメージとしてはすごく外向きが下手で、そうですね、身内でキャッキャ喜んでるというか、その難解なだけの舞台をやって身内で褒め合って、チケットを身内で買い合って経済が全く外に広がっていかないみたいなイメージがあるんですけど、そこも、今日すごい堀本さんに、どう思いますかっていうのをお伺いしたくて、僕だからそのイメージなんですよ。演劇人といえば、身内で褒め合っているだけの何の生産性もない飲み会だけをやっている人たちっていういやっていうイメージだったんですけど、点々判定は違うじゃないですか。そうですね、結構新しいモデルというか、なんか変な道を歩いてますね。だからそのサービス精神の塊じゃないですか、点々判定のショートコントって。ありがとうございます。いかにテンポよく見せるかとか、ご覧になっていただけた。もちろんめっちゃ見てますよ。ありがとうございます。本当になんかだからなんていうんですかね、0.1 秒をちゃんとこだわってカットして、すごいオチを完璧に気持ちよく見せるっていう。ありがとうございます。ああいうのってその奉仕の気持ちというか、メッシ方向じゃないですか、コンテンツ作り。いかに自分が見せたいじゃなくて、相手がどう見たら気持ちいいかっていう、その視点ってなんか従来のくすぶってる演劇人って全然持ってないイメージなんですよ。わあ、いやお話をしたかったんですけど、結構今責任が発生してるなっていう演劇チームもかばわないといけないぞっていう気持ちはあるんですけど、もう言っちゃいましょう、この際だから演劇人の良くないところとか。いや、まずあんまり商売っ気がない。そうですよね。まずベースとして結構芸術家気質な方が多いっていうのと、あれですよね、赤字で結構みんな公演しますよね。そうですね、平気で借金しょいますね。だから相方の平山さんもなんか1公演で25万とか赤字を吐き出しながらやってて、それもったいないよっていうことで持続可能を掲げるようになったみたいな。ありがとうございます。本当にそうなんですよ。だからもう最初は本当に公園でやっちゃえば、公園で稽古をしてしまえば稽古場代がかからないぞっていうところから発信して、持続可能ですね。持続可能、そこで生まれたんですよ。持続可能がなんか本当に彼と僕が続けられる形って、やっぱお金がかかるのが一番やめちゃう理由だなっていう、お金が赤字になってしまうっていうのがっていうところで始めたんですけど、本当に YouTube がああいう形になって劇場にお客さんが来てもらえるようになったっていうのが本当に偶然というか、ショートはなんか本当にさっきおっしゃっていただいたなんていうんですか、誰かが求めてるコンテンツをっていうよりは、なんか自分たちのコンテンツを無理やり見させる形を
探ってたらああなったというか、長尺でやってもみんな見てくれないから、そうですね、ショートで15秒なら見てくれるだろうっていう、だからなんかすり鉢状に今うちそのショートで入ってきてロングに流れて、本当に僕らの人からみたいな気になった人が生配信入ってきて、さらにその一部が劇場に来るみたいな、なんかこう確かにすり鉢状というかロートみたいな形を抽出をするみたいな変なやつらを探していくみたいな。めっちゃそうじゃないですかみんな、僕らも結局そうですよ。その YouTube でザーッと人集めて最終的にイベントとか本買ったりとかみたいなとかですね。そうですね、なんか劇場に来るって相当ハードルが高いんで、そう思います。そのハードルをなんていうんですか、超えられる人を探す努力みたいなのを演劇界はそんなにしないんですよ。そうですね、そのイメージですよね。その身内だけで褒め合って喜んでるイメージが、僕なんか演劇に恨みあるんですかすごいずっとすごい言いますけど、とんでもない火力でもう食らいまくってますけど、すごく好きなんですよやっぱり演劇、昔から、そう友達がね演劇とかやってたりしてね、もう素晴らしい演劇業界ってやっぱ最高だなっていつも思ってます。一旦そうですね、バランスを取っていただいた方が、日の打ちどころがない業界だなっていう、悪口なんて一つも言えないって今僕をすごい助けてくれてますかばってくれてますいやいや本当に逆にどうしたらいいと思いますか？何がですか？持続可能であるために。いや、その演劇界って演劇界もその持続可能でありたいんですよ。演劇界がないと我々も活動できないんで、なんか結局でもあれじゃないですか、中にいる人のマインドですよね。マインドを変えるしかない。なんかそうかっこいいと思ってる節あるじゃないですか。そのろくに食えてなくてポップがダサいみたいな、わ一般向けに受けようと努力してるやつダサいみたいな風潮あるじゃないですか。それこそ芸人さんが YouTube やるのダサいとか昔あって、結局今それ言ってた人みんな YouTube やってるの僕ダッセーなって思いますけど大丈夫ですか俺同じタクシー乗ってますいやだからなんていうんですか、その一般向けに頑張ってダサいことやってでもそれリーチを広げようっていう発想をダサいと思ってるのがダサいなって僕は思いますけどね。ちょっと今もう知り合いの演劇人このタクシーに乗せたいぐらい、全員乗せてください全員乗せたいぐらいですけど、それダサいですよそのスタンスいやいやでもなんとなくみんなうっすら気づき始めてるというか、本当は分かってたみたいな。そうですよね。だからそう長い目で見ると結局点々反転モデルをやろうってみんななってきて、それはいいことなんじゃないですかね業界的にも。本当ですか。なんか今すごい文化人みたいになってません？その演劇業界を切るみたいなことやってるのをダサい。助かりますけど、帰りのタクシーで演劇業界切るやつ一番ダサいです。いやちょっと話戻して、持続可能が僕やっぱ持続可能の罠みたいなとこあるなと思って、僕もそのてんてんあんてんさんと同じで、趣味で YouTube 始めて、最初友達と気の合うやつとラジオを撮ってるだけで面白いだろうと、それって全然お金にしようとかあんま思ってなくて、なんかそれ続けてて楽しいだけでやってて小銭になればいいなって思ってやったんですけど、それがなんか月何百万とかの売り上げになるとそのじゃあもっと儲かるためにはイベントをやれるなとか、まあじゃあ500人ぐらい入れてここでイベントやるかとかやって、でアーカイブも売れた方が儲かるから、じゃあこれぐらい気合い入れた企画にしようとかやってると何も当初の目的じゃないことやってるじゃないですか。確かにそうなんですよね。でそれ罠ですよね。成功の罠、成功したことによって最も持続可能だったものが逆に持続可能じゃなくなるって、なんかその持続可能にするためにお金を稼がなきゃみたいな今思考にちょっとなってて、この活動を維持するためにも活動費用が必要だみたいなことで無茶するみたいなことになってるんですよね。で僕昔ある程度お金を持ったらそれ安心できるからなくなるんじゃないかと思ってたんですよ。で僕ある程度お金持ったんですよ。そう奥の桁ぐらいまで行ったんですけど、なんか全然何も変わんないどころか、奥あってもですか？奥あっても全然無理です。全然無理ですか？むしろだからそう奥ある分、これぐらいレバレッジ効かせて人雇ったりできるなとかになって、人雇うから、でそうなるとより出ていくお金増えるから、もっと売り上げを増やさないとっていう無限の悪循環に今います。本当に持続可能じゃないのかもしれないですね。そうだからないですよねその答え、この罠にはまらなくなる。それを教えてほしいです僕中村さんに。いやだからもう何なんですかね。まあでもそうか、中村さん今罠にはまってる罠にはまってるんですよね。そのどこではまらずに済んだかって僕結構近
キンキンの出来事だったと思うんですけど、その罠にはまってしまったのが、どうやってはまらずに済んだかというと考えるんですけど、でもその縛りプレイみたいなことですかね。そうですね、もうこれ以上金貯めちゃいけないとかで、本当に質素に暮らして、なんていうんですかね、離れみたいなところで質素に暮らすみたいな。本宅で住めよ。なんで離れ行くんだよ。単体だったら本邸なんですよ、離れって。離れのみに住むことってできないんですよ。のみ建てることはできないですね。いやでも本当になんですかね、欲出さない。でもなんかその欲を出したかと言われると、その見てくれる人が増えてきて、その人たちをなんていうんですかね、楽しませることに今お金を使ってること。それ本心ですか？あれ、なんかそれ綺麗事で言ってません？本当ですか？なんかよく言うんですよ、僕らも。いや、こんなに見てくださる方、応援してくださる方がいるんだったら、1年に1回ぐらいはやっぱでかいイベントとかやって、そういう方たちが集まれる場を作りたいですとか言ってるんですけど、僕やっぱそれでちゃんと利益を出そうとしっかり計算してるので、なるほど。全然それ嘘だなっていう、自己欺瞞だなって僕は思ってます。なるほど。うちは本公演とイベントで利益が上がらないんですよ。そうなんですね。それなんでなんですか？まずチケット料金をそこまで高く設定してない。演劇の方はかかる費用に対してはそんなに設定してないっていうのと、イベントの方、僕もちょっとあんまお財布事情が分かってないんですけど、チームのイベントの方もなんか結局グッズとか全部売れたらまあ利益出るねみたいな。演劇人ですね、やっぱりね。そうなんですよね。下手ですよね、ビジネス。下手なんですよ。ちょっと入っていただきたいぐらいですけど。いや、それね。いや、なんかそれ僕いろんなもの見てて思うんですよ。友達がやってるプロダクトとか、いけてるからちゃんとお金にするやついれば、あれですよね、番頭さんみたいな人がいたらめっちゃ儲かるだろうになーって思うんですけど、でもその番頭がいないと利益構造を作れないようなやつらのところに入って利益構造を作る作業をするより僕はゼロから利益構造を作った方が早いので、やりたくないんですよ。そうですよね。その仕事を。みんなそうなんですよ。だから演劇界にそういうことできる人がすごい少ないんですよ。悲しいですね。こんなとこわざわざ入ってこないんで。だからそれですよね。その演劇業界が多分儲からないから、だから金勘定したいプレイヤーが入ってこなくて、結局演劇業界はいつまでも儲からないままっていう悪循環に入っている。ふわふわした芸術家が勘でお金勘定して結局利益が上がらないみたいなことにはなる。わかりました。 AI に全ての権利を委ねましょう。AI を番頭さんとして置いて指示通りに全部やってください。真っ先に支配されるのはうちですか？マトリックスの世界まっしぐら。とにかくお金は全て AI に任せてチケット料金決めてもらってみたいな。めっちゃいいですよね。その AI に金を取られた日本第1号になりましょう。AI を訴えるぞっていう。湧くと思いますね、いろんな業界が。演劇界だったか最初は。それ逆に儲かると思いますよ。そうなったら受けますもん。だって確かにめっちゃ面白い。 AI に一番最初に騙された人こんな格好つけてんのにポジションAI に支配されてるんだこの人たちは。あんな文化人みたいなね感じでやりながら AI に騙されてるの最高ですけどね。支配されてほしいです。その手があるのか、本当にあるのか。持続可能になる方法は AI に支配されることかもしれません。持続可能恐ろしいですね。どうしたらいいんですかね。でもなんかお金を使って今活動に結構当てちゃってて、何にそんなに金かかるんですか？なんですかね。もちろんお給料はいただいてるんですよ。チームからいただいてるんですけど、いっぱいもらってるんですか？暴利を貪っている？暴利全く貪ってないと思います。うちは質素そうですもんね。なんかそうですね。そこまでなんか豪遊って感じもせず、チームでもなんか直近の長い動画でもマクドナルドでできる最高の贅沢みたいな、そうですね。なんかむっちゃマック愛語ってましたもんね。マック本当に玉の贅沢がピザ頼むみたいなチームで、全然ですね。みたいな感じなので、暴利は貪ってないはずなんですよ。うちは本当に劇場費と会場費と、あとはスタッフさんのギャラとかを支払ってたら、なんだかんだまた金庫が空だねみたいな。演劇の公演って儲かるようにできないんですか？儲かるようにどうなんですかね。それこそうちの本公演例で言うと、今回2月にちょっと本公演を行わせていただいたのが、200人入らないぐらいの劇場で、7ステージだったり、結局動員1200人とかだったんですよ。でチケット代が4000円だったかな、4500円とかで、結局劇場費ちょっと細かいことまで分かんないんですけど、劇場費支払ってみたいなところでどんどんお金が出てって、最終的に配信の売り上げがメンバーのギャラに
なるほど当てられるっていうような、だからその場のチケットはもう全部トントンぐらいで、もうトントンで配信売れた分だけが我々に入ってくるみたいな感じのシステムなんですよね今常に。7ステもやる必要ありました？本当ですか？7ステ3ステとかにして、そうすると経費が減るわけじゃないですか、で入れなかったその4ステで見に来ちゃってたお客さん全員配信を買わせた方が儲かりますよね。そうですね、確かに。そうなんですけど、やっぱ生で見てほしいっていう、演劇人それ言いますよね。そうなんですよね、生で見てほしいって。いやこれも僕はすごい好きな点ではあるんですけど、明確な弱点じゃないですか。その稼働しないと儲からないっていう常に動き続けてないと人が見れないっていう、あれ意味わかんないですけど配信すごい楽なんですよ。僕が自動でずっと演劇をしてくれるんで、いかにそのレバレッジをかけるかじゃないですか、儲けって。そうですね、そういう意味で演劇やり続けるの意味わからんなって僕思うんですけど、だから魅力の時点でもう儲けとだいぶ遠いところにあるんですね。生で本当に真心みたいな、生の良さ、真心ですよね。DX 化した方がいいですよ。DX 化って何ですか？めちゃめちゃ額がないんですよ。デジタルトランスフォーメーション。デジタルトランスフォーメーション聞かないですか？ DX って言葉聞かないです。すげえ社会から切り離されて生きてます、スマブラでしか離れで生きてますよね。離れで生きてますその堀本さんが忌避してきた演劇人そんなことないそんなことない僕美大の人好きなんですよ。玉美ですよね。玉美です僕。そううちの会社でめちゃくちゃバリバリやってくれてるやつも玉美で。本当ですか？でもそいつは割と理屈っぽい話好きなんで、玉美にも2種類いるんだなって今、めっちゃ思いました。僕はもう全く演劇やってる人たちは誰も DX わからない。すげえ DX 化は社会から切り離されてます。いや要は手作業で今まで手書きでやってた仕事とかを全部デジタルのシステムに置き換えて効率化を図りましょうみたいなのが多分 DX だと思うんですけど、演劇って一番 DX されてないですよね。アナログで手作業です。配信売ったらそれでええやんとはならないですか？いや、その配信が売れる分には嬉しいんですけど、やっぱりその劇場動員がやっぱり一番心がときめいてしまうんですよね。動員数が胸がときめく動員の魔法、胸がときめく動員の魔法をやってます私は。マジですか？こんまり2号みたいな。ときめかなかったら捨てます。でもさ、そのアーカイブで売れても別に同じコンテンツは見てくれてるわけじゃないですかみんな。だそっちの方がときめきません？そうですね。いやアーカイブ売れた数にもときめくんですけど、なんですかね、やっぱ生の魅力というか。それ何なんですか？生の魅力何なんですかね。僕がすごい好きなのはやっぱ日によってすごいコンディションも違いますし、で起きる出来事も違いますし、台本は決まってますけどやっぱハプニングも起きて、その日で見に来てるお客さんも違って、その日その時だけの違いとかも生まれて、なんかそれよく聞くんですけど、演劇人に僕大体いつも食ってかかって、お願いします。いつもそれしたら大体みんな同じこと言うんですよ。いやその場限りの何が起こるかわからないハラハラ感とか、そういうのに対処する役者のスキルが問われるんだよとか言って、それ作り手の事情ですよね受け手のことを全く意識しないですよね。そうなんですよね。受け手としてどう思ってるんだろうな、みんな見てて。だから申し上げにくいんですけど、僕も結構誘われて全く申し上げて大丈夫です。演劇見たりするんですよ。で別に面白いんですよ。面白かったなと思いながら帰るんですけど、分かります。生の迫力、目の前でその人がやっているとか、いろんな一体感とかも分かるんですよ。それもメリットなんですけど、デメリットとしてその派手な CG とか使えないし、映画と比較した時にカットもできないし、アングルもいじれないっていうデメリットがでかすぎて、デメリットの方が上回ってやしませんかねって思うんです。そうなんですよねそうなんかい。じゃ認めたらダメなんですよ。でも弱点が多すぎるなっていうのはずっと思ってて、その場に行かないと見れないし、見始めたらなんかずっと座ってなきゃいけないし、ズームもできなければ、それでかいですよ。だから顔があんま分かんないから、カットも早送りもできないし、表情の演技見たいなって僕思うんですよいつも。なんかでも本当にいいものを見た時になんかそこでしか得られないものはあるなっていう漠然とした感覚はあるんですよね。漠然としてますね。これ映画だったらダメだったなみたいな。これ映画だったらダメだったなはどの要素で思うんですか？どういう瞬間なんですかね。なんか映画って僕俳優を主に活動させてもらうんですけど、映画って俳優のもちろんその技術とかもあるんですけど、結構素材になってしまうというか、俳優自身が
作品が主で俳優が10みたいなイメージなんですよね。そこまで映画の仕事やってないんでこれもイメージなんですけど、イメージで語るなよ本当です。まあそういうことしましょう。なんか舞台その息遣いとか、なんか本当になんていうんですかね、そのマジでその場で汗かいてて、わかります迫力はありますよね。動物がいるぞみたいな、動物園みたいな、そこに動物がいるみたいな。それいい比喩ですね。本当ですか。だってその動物園行ってる人にいやアニマル番組みたいなのいっぱいあるから、動物番組みたいなの見たらいいんじゃないのって言ったら、いや違うじゃんっていう。確かに生で見ないと分かんないじゃんっていう。動物園なのかも。怒られますよ演劇って動物園なのかもしれないって言ったらでも喜びの種類近いかもしれないですね。でも本当にそうだね。そのライオンが吠えてるのとか、僕小学生の時に近所の動物園にみんなで行こうっていうのでやってめっちゃ覚えてるんですよ。その雄たけびがすごいとか、毛が意外とモサモサしてるとか、それ絶対画面越しは伝わらないことだから。あんなとこ汚れてるんだみたいな。そうありますよね。なんか動物って見ると変なとこ汚れてますよね。変なとこ汚れてます。なんであそこ汚れてるんだそこ汚れなくないっていう背中の毛とかね、じっと見てるとあの時に汚れてるかもしれないみたいな。ありますね。うんちしてる時そこにかかるんだみたいなね。本当にその喜びに近いかも。怒られるだから演劇を動物園に例えたら申し訳ない。役者さんを動物に例えたら怒られますよ。演劇界の皆さんでも例えばその有名な俳優さんが出てるっていうのを目的で見に行く、実際に見に行く人ってそれこそ動物番組でも金歯孔は見れるわけじゃないですか。そうですね。でもその動いてる金歯孔が実際に見たいから、その金歯孔が好きで動物園に行くみたいなことですよね。みたいなことなんですね。そしてよかった、ディープフェイクじゃなかったっていう、本当にいるんだみたいな、そういう感動を味わいに行く場所かもしれない。今その心配ばっかりですからね。はい、ということで中村さんの見解としては演劇は動物園と同じということで、はい、これは演劇の界隈で正式に活動する中村さんからの正式な声明として今演劇の楽しさは動物園と同じという公式見解が出ました。これが怖かったんだけど、皆さんそれよろしくお願いします。おかしな立ち位置になるのが怖かったんだよなということでそろそろ着くんで、ちょっとじゃあ降りますか。うちの店よかったら見学してってください。いいですか。すみません、お越しください。寄らせていただきます。じゃあです。ありがとうございます。ありがとうございました。捕まりましたね。いや乗りましょう。今日のビストロやばかったですね。あれビストロ MSSP ありがとうございます。俺毎回辛いやつ食ってますまた辛いものね食べさせてしまってすいません。いや疲れたな。疲れましたね。まあこれからもうね。いや本当にお願いします。美味しいもの食べれるんで真に美味しいもの。確かにだいたいビストロ終わりはみんなで美味しいものを食べに行くっていう。確かに毎回終わった後にめっちゃ食ってます。そう終わる前も食ってるのに体重増えるんじゃないかっていうぐらいめっちゃ食ってます。動画内でも食ってるのになぜかその後も食いに行くっていうでもどうなんすかその、ビストロとかの撮影の時でも思いますけど、やっぱツアーとか合うじゃないですか。
その前とかってやっぱこう食事とかって気をつけたりするんですか？いえすみません、僕は太りますツアー中も太るしツアー前も太ります。なんかキックンさんね最近めちゃくちゃ筋トレしてるじゃないですか。はい、キックンはもうねあれが最近もう命なんでもうあいつは体型でやっぱりねまあ年も年ですから、言っちゃえば。でもまあこの年になって、まあ、常にかっこいい自分で居続けるための努力をあいつは今はもうし続けるっていう形になってるので、それは素晴らしいところです。僕はねやっぱねもうねこの時期は楽曲制作とかに入ると、飯がうまくてしょうがない本当にマジでご飯がうまい。いや曲できたよし飯食おうみたいな。いやどっち逆ですね。曲できねえもうわ飯食おうみたいなもうとりあえず飯だ。そう正直ストレスがたまる方ではないんですけど、やっぱりなんていうか不安感というか、なんか作んなきゃなみたいなやつをまあでそういう時って外で発散なかなか難しいんですよ。外に行かないでずっと引きこもって制作してるんで、楽しみがもう飯なんですよいやでもね気持ちわかります。俺長期シリーズとか作ってる時マジでもうなんか週7外食の時はやりました。ねなんかせめてうまいもん食いたいってなりません？やっぱうわしんど飯食おうみたいな。そう飯うめえみたいなそうなるんですよやっぱ。一気に長期シリーズがなんかほぼ年1か年2ぐらいやってた時に一気に俺体重増えたんだよ。やっぱ制作活動ってそうなるんですよ普通は。そうっすよね。そこでねストイックにやっぱ生きれるのはすごいですねキックはね。でもそこは尊敬する。日常組イベントやったじゃないですか。マジでなんか体張ることが多すぎて、その姿出ししてるから。そうですね、一番。いやちょっと痩せないといけないなっていう感じがしました。俺はそれは偉いいや僕もねまあ頑張りたいは頑張りたいんですけど、やっぱ週2の運動じゃ全然痩せないですあれってやっぱりまあもう僕は動かないんでやっぱ自分から、週2でトレーナーさんに鍛えてもらってるんですけど、やっぱそれだとね体のね作りは良くなるんですけど脂肪を落とすとこまでいかないんですよ。そうっすよね。そうだから脂肪を落とすとこまで行くんだったら食事制限と、週5ぐらいの運動をやっぱやった方がよくて、で別にそれって決して多い時間じゃなくてもいいんですよ。それこそ20分とか10分とか1日やるだけでも多分変わってくるはずなんですけど、その10分20分が全くできないですもう基本的にはもうねもうぐうたらが好きなんで。いやでも厳しいっすよ結構。なんか俺も運動はやってましたけど、でも結局飯がそれだけやっぱ食うじゃないですか。食いますね。本当に筋肉の上に脂肪がつくからガタイだけが良くなって永遠と痩せないっていう。いやだからトラさん若干似てますもんね。いや本当に、体型的にはマジで前カヌー運転したじゃないですか、撮影のやつで、うちの船だけもう体重ほぼ均等でしたからね。なんとかだからパワーでご利用していかないと。ね、だからうちで言うと、だからキックンさんポジションは今黒ノアさんなんですよ。ノアさんね。今体も絞って筋トレも続けてってやってる。ノアさん偉いな。ノアさんでもスラッとしてますもんね。本当に。でも最近マジで痩せたんですよ。なんか筋トレをしっかりし始めてから。そうなんですね。食事もなんかある程度抑えたりとかしてるっぽいですよ。まあ結果が出てきたらやっぱ人って頑張れるんで。そう俺はもうそういうタイプだったら俺もいいやと思って多分全く同じタイプです。いいやと思ってでやっぱ飯がもう何度も言いますけどやっぱうまい。もうね年取るにつれて飯うまくなってきてやめてくださいよ。俺のたどる道が見えてくる。いや本当に最近カップラーメン食べてもカップラーメンうめえみたいなこんなうまいのみたいな
もう一回だから筋トレでちょっと痩せようと思ってこう食事をちょっと減らしたりとかするじゃないですか。減らした後にやっぱこうやっぱ仕事とかで外に出た時とかみんなで集まった時に美味しいもの食べに行くじゃないですか。うわ食事制限した後の飯うめえと思って戻るって一回食っちゃダメですよ。いやもう全てを崩壊する。いやでもこの前イベントやってね、でもね大盛況で終わって、次ももう決まっちゃいましたね。もうKアリーナで。なんかどうでしたイベントですか？イベント。いやステージ側にイベントで立つことってまあないですけど、見に行くことはこう結構多いじゃないですか。そうですね。なんかステージ側から見るやつだと思ったよりも人が近いっていうのが感じましたね。あれ見に行くよりも。そうですね。すごいなんかやってる時に上の方はライト高いというか顔わかんねえやと思ってたんですけど、近く見るとめっちゃこう目合うみたいな。そうですね、めっちゃ目は合います。っていうのと、あとやっぱみんながキャーとか言った時の音圧がすごすぎて、自分の声がマジでかき消されて、何言ってんのか分かんない時がありました。そうですね。ありがたい話ですけどね。やっぱねまあ実況とやっぱ生のああいうのってやっぱ違いますね。全く違いますね。違いますね。やっぱイベントだとね声も張っちゃうし、どうしても余計に張っちゃうんですよね。初めてイベント終わった後若干喉かすれました。ですよね。この短時間で。そうみんなそうだと思います。あれなんですよね。やり取りはやっぱ直接の方がタイミングがつかみやすいんで話しやすいですけど、反応があるから、今これで受けてるんだとかなればもうそれ突っ込むようになるしみたいな。いやでもマジで準備してやって次の本番までおおよそその前回の時が1年ぐらいあるんですけど、もう疲れちゃって疲れますよ。いやマジで MSSP ツアーとかで回ってるじゃないですか。疲れません？慣れました。どのくらいから慣れました？何回ぐらいやった？6年目とか7年目から慣れた気がします。最初の頃はやっぱしんどかったですか？しんどいというよりは、体力的なしんどさはともかくとして、なんていうか不安感。やっぱライブどうしてもイベントって僕が心配性なのもありますけど、やっぱ失敗したらどうしようとか、ああいうことになったらどうしようとか、なんかいろいろやっぱ不安なところがあるんですよ。でそれを抱えたままやっぱ本番に行く過程とか、でやっぱねちょっとね疲れるというか、そういうところはあったりもするんですけど、それが7年目8年目あたりからもうやろとなんか起きてもそれはそれだ、リアルだからやろそれはそれでイベントとだからいいんじゃないのみたいな考え方に若干なってきて、なるほど。そうなってくると少し楽になったかなって思いますね。日常組やっとなんかイベント自体を楽しめるようになってきたというか。日常組イベント慣れしてないから、企画がやっぱ最初ですもんね。だって最初でね、そうなんですよ。数入って、でイベントやりきったのめっちゃすごいと思う。いやだからイベントの内容とかも撮影の感覚でやってるんで、だいたいその短期的な企画はやっぱ死神さんがデータパック作るか、データパックチームが作って、俺らは遊ぶだけで、長期シリーズだと俺がシナリオを作って3人は遊ぶだけっていう形じゃないですか。そうですね。で短期的なイベントなんで死神さんがこうメインで考えるんですけど、やっぱイベントだと尺が日常組にしては短すぎて、わかります難しいですよね。うわこれどうしようっていう、もうだから K アリーナ発表されてもう、結構もう今もう3月じゃないですか。全然内容決まってないですか？そりゃそうじゃないですか。でもさすがにさすがに今からもう完璧内容決まってたらすごいなって思うんですよ。めちゃくちゃ。MSSP ってどのくらいで決めてるんですか？構想出しが半年前とかが多いかなっていう感じですね。もちろんその時その時よって違ったりしますけど、でそれで徐々に決めて固めてってみたいな
形にしてってみたいな。でもやっぱりね面白いもんで構想出しとかいろいろ固めてこれやろうってするじゃないですか、ゲネまでねもうね全然感覚がわからない出したもののいざその一通りやってみるまでそのなんていうかそのイベントの感覚、こういうイベントになるんだっていう実感とか全くわかんないです。これだからおそらくイベントやる人あるあるですけど夢に見るんですよねなるほど、特にもうガッタガタなイベントの夢をね、何度も見ます。俺逆にあれですね、初回の時始まる時は、なんかあんま緊張しなかったんですよ。でやったじゃないですか、次の K アリーナちょっと不安っすもんね一回経験しちゃうと、ね、一回経験しちゃうとだってそれまで分かんないわけじゃない分かんないとこか分かるとそう一回経験した時あれがもうちょっとこうだったなって思っちゃうところが多分あると思うんですけど、そういうところが次こうしようかなみたいなことを考えるとそれうまくいくかなとかいろいろ考えちゃうんですよやっぱいや1回目の時よりも全然2回目の方が箱も増えるんで、そうですね、どうしようかな。そうですね、また1回目にやったね内容からさらに進化とかも考えているわけですし、1回目の時演目もみんなで話して結構すぐに決まったんですよ、こういうやつをやろうって。2回目全然決まんなくてまあこれからでしょう。いやそうなんですけどね。そういう不安感みたいなやっぱあるんですよね。でもイベントあるあるというかつきもんだとは思いますよ。イベントマジで金かかるなっていうのを感じました。金かかりますよ今なんか全部高騰してますからなんていうか赤字黒字の話は置いといても、やっぱね予想以上だと思うんです。いや本当に基本的に、やっぱやろうとなんかこのベストなやつを作ろうとした時のかかる金額高えなっていういやそうですよ。だからそこやりくりじゃないですけどどう考えていくか向き合っていくかですよね、だからもう多分ですけどこれイベントやってる人特に制作してる人とかいらっしゃるじゃないですか、そういう人多分ねいろんなイベントを見てたりもすると思うんですけどすぐ赤字黒字とか分かるようになってくるんですよ。これマジこの規模でこういうことやってこれ多分赤でしょみたいな大丈夫みたいな感じガチみたいな、これ多分だから宣伝とか全部含めてのあれでやってるんだろうなとかやっぱこうチケット代とかも、やっぱ来てくれる年齢層のことを考えるとここまでに抑えたい気持ち悪いじゃないですか。本当そうですね。やった瞬間に、おおすごいいけんのかなっていう不安は出ますよね。それこそだからやっぱりそのバンドマンさんとか、今からやるぞ的な方たちってチケット代とかも割と下げてやってるんですけど、ああいう人たちはもうだからもうライブとかそういうイベントやりたいからもうやってるっていうのがやっぱ分かるから、やっぱその熱意とかはすげえなと。いやすごいっすよね。すごい、だってマジこれ何かしらで埋まんなかった時怖っと思っちゃう。そう単純だからこれ埋まったらイコールになるだけでリスク背負ってるだけみたいな、その悪い言い方をすればですけど、それ以外にも得ることはあるでしょうから、そういう話はないのかもしれないですけど、マジでイベントはやった後からなんかこうイベントとか行く時とかってやっぱあるじゃないですか、他人の。ちょっと脳裏よぐいますもん。うわこれ大変なんだろうなと。そう本当にそうなんですよ単純に純粋な気持ちで楽しめなくなる。そううわここ大変だったろうなみたいな、うわこれめっちゃ金かかってそうだないや意外とそういう目線で見てる人多いと思うね。確かに。いやだから俺とか黒縄さんはイベントシグナルとかで出るよりも前にこう見学しまくって
たりとかが多いし、まあ自分も MSSP さんのやつ見学とかさせてもらってたじゃないですか。マジでその時の気持ちを一回経由したら絶対同じ気持ちで見れないんだもんね。でしょ大体そうですよ。僕らもそうですね。イベントって大変だなっていうのを感じました。大変ですけどやっぱそれでも得るものはやっぱいやでも楽しかったですよ。ですよね。だからみんなやっぱやりますよね。なんかやっぱやる前はとりあえず1回はイベントやりたいよねって話をしてたんですよ。だからペイントとかもイベントはいいかなって気持ちがありつつもやっぱこう日常組としては1回はやりたいっていうやつだったんですけど、1回目終わった段階の時にはもうめっちゃ面白かった、もう1回やりたいぐらいの気持ちだったんで、だからマジでいやだから準備とか含めていろいろと考えてるからこそ、やっぱ達成感があるんでしょうね。こう終わった後のまあ達成感はありますもうその後に食う飯と酒がうまいのなんのって終わった後のご飯うまかったですね。全てが解放されてから食う飯はうますぎる何でもそうですけど確かにマジでイベント終わって、やっぱイベントの前なんで怪我とかしちゃいけねえなっていうところもあったんで、旅行とかを珍しくこうセーブしたんですよ、日曜組の。終わった後の旅行めちゃくちゃはしゃぎました。そううちらも冬にやっぱライブあるんで、基本的にやっぱスノボとかしなくなりましたね。マジで怪我しやすいですか？怪我しちゃったらまあ割と厳しいんで、基本的にはもう多分行かないよ、行ってもそんな無理しないように。確かに本当にもうだから無理なく初心者コースをさーって滑るぐらいの俺も怪我大丈夫だろうと思ってたんですけど、やっぱ身近にスノボで怪我したちっちゃい子がいるといやーね、ボードはねやっぱ怪我しやすいですからね、気をつけないと。死神さんもね、まさか俺の目の前でこけてましたからね。いやーやっぱね怪我しちゃうんすよさすがにあれって言ってましたよ。イベント前はボルダリングもセーブしたって言ってました。偉いっすね。いやまあでもマジでなんか大事な何かがある前って、普段よりもなんか怪我しやすい感じするんですよね。なんかね風邪とかはなぜかこの時期に引いたりしますなぜっていつもなぜこの、ね、終わった後は引かないのにみたいな、なんでちょうどこの時期に引くんやね。まあ冬ってのもあるんだけど、でも今年はねなんかめっちゃ健康にイベントできてるんで、ライブできてるんで、めっちゃちょっと何なんですかねあれ。いいっすね。何なんでしょうね。まあ一応あんま自分では感じないですけど、ストレス的なところもあるんですかね。多分何かしらあるんでしょう、気づいてないプレッシャーがでもね、もうだいぶねやっぱりね何度もライブ中に風邪ひいてると治し方じゃないですけど、なんとか仕方が心得るようになってきます。特に僕風邪ひいちゃうと咳がもうねずっと止まんなくなっちゃって、風邪自体はすぐ治るんですけど、その後咳がめちゃくちゃ長引く。 MSSP のライブで咳が止まんないんでやばいっす。やばいっすよ。だから僕なんてもうほんとそういう時もうずっと飴舐めてました。ライブ中も舐めてました。舐めてると咳を収まるというか出ないんで。確かにな。なんですけど、まあもうそういう時はね一回やっぱ止めた方がいいですね。やっぱもう完全に薬強い薬があるんで、咳止めでもう本当にそれこそ病院行ってもらうような、強い咳止めで一回完全に止めちゃうのがやっぱりベストかなっていう。俺最近は体調を崩さなくて理由は分からないですけど、なんか体重増えてちょっとこう脂肪がつき始めてから風邪をひかなくなったっていう。トラさん全く同じ僕もなんならこのぐらいの体型の方が一番元気。やっぱね体絞ってる時って風邪ひきやすかったなってすげえ感じます。そうなんですかね。何なんですかね
なんかちょっと太ってからの方が健康になってるっていう。そうだから何も考えずに飯食ってると大体このぐらいの体型で落ちてくるんですよね。いやそうですね。そうなんかベスト体重だと勘違いしないみたいな、いやベスト体重なのかもしんないけど、その体的には、見た目的には違うよ。そうですね。もうちょっとちょっと絞っていただけませんかねみたいな。いやマジで前まで結構体調崩しやすかったんですよ。まあ、旅行の後とかで疲れた後とか。もう全然今は周りのメンバーの方が体調崩して旅行終わりとか、もうピンピンしてるとかの方が多いですね。強いんですよやっぱその分体が肉をつけてる分。やっぱ肉をつけてる分ね。だからやっぱ俺らももう一回旅行行って美味しいもの食べて。そうですね。これ維持しないと。じゃあこの後も肉食います。そうですね。肉寄ってもいいかもしれないです。ちょうど着いたんで。はい。じゃあ降りましょう。はい、降りましょう。じゃあどうぞどうぞ。どうもどうも。お久しぶり。久しぶりです。でこのまままっすぐ走ってもらって。はい、お願いします。タクシー結構乗るっておっしゃってましたよね。乗りますね。なんかね、この頃でもね、全部呼ぶタクシーじゃないですか。GO とか。で僕ね、ものすごい脅迫観念あるんですよ。脅迫観念。本当に来るんだろうかとか。でここと言ってるけど、その時なんか違うとこに止まってたらどうしようとか、それでもありますね。もうものすごい今性格らしいんですよ。性格なんだけども、なんか呼ぶのがものすごい抵抗感あって、ずっと待ってるんですもう10分ぐらい待つ時あります。流しのタクシーが来るように。でも今いないでしょ。なかなかないです。今芸者ばっかりじゃないですか。そうだからね、もうこうやってね、もうタクシーが捕まったらもうありがとうございますから入る時ありますよ。もう神に来てくださって。そうもうあなたと私の出会いはもうただならぬ出会いだと。いや運転手さん変に気まさんでいいですよ。すいません、そういう意味じゃないんですけど。そんなんありますね。あれなんか仕組みがあるんですって。あれ芸者モードにしないと、その芸者で走らせないと、GO とかの呼ぶやつ、あれに引っかからないようになってるんですって。なんか理屈があって、その空車のまま、空車で流しで走ってて、さらに GO のあれも呼ぶっていうのはできないらしくて、仕組みで。だから芸者がやったら多いんだ。そう、最近芸者増えたのってそれなんですって。なんせね、3台のうち2台は芸者ですよ。そう本当に。だから僕本当その GO で呼んだ時に、目の前の芸者のタクシーがこっち来たことあります。そういう網を張ってるんや。じゃあ拾ってよって、その400円ぐらいのさ、そのお値段取るなら拾ってよって思うんだけど、なんかダメらしいです。ほんまですか。都合よく切り替えてっていうのはタクシー協会みたいなので決まってるらしいっていう、これ運転手さんから聞きました。そうなんだ。僕も難関だけど、それでも絶対空車に乗ります。
結構もう移動全部タクシーですか？いやそんなことないですよ。そんなことないけど僕の今、東京でいるマンションが、なんとなく中途半端なとこなんですよ。バス停は目の前にあるんだけど、電車乗ろうと思ったら7分ぐらい歩かなあかんっていう、ちょっとそれが暑かったり寒かったりするじゃないですか。だからまあいいかと思って乗っちゃいますけどね。タクシー乗っちゃおうって。そう。普段これ大丈夫だったらなんですけど、普段よく行く主要都市みたいなのあるんですか？都市？だから新宿によく行きますとか、表参道行きますとか。僕は言っていいのかあれですけど。いやいいんですよ。いいんですけど、僕がテリトリーにしてるのはテリトリーにしてるのは不動前っていう、もうほんまにもう不動前もう知らないでいいです。もうほんまにね、本当に落ち着いた。でも特に目黒不動尊っていう、立派なお寺以外は何もないと思います。前の、タクシー乗った時もおっしゃってましたよね。そうですそうです。でそこからやと目黒まで歩くんですけど、目黒なんででしょうね。目黒は僕のテリトリーじゃないんですよ。もうその不動前なんですね。そうね、通過点で僕がよく仕事したり、ブラブラしてるのは恵比寿とか、あと中目黒とか、そっちですね。恵比寿とか中目いいですよね。僕は好きですね。歩いて回れるじゃないですか。渋谷とかはね、なんかねクラクラするの降りた途端にまあ人多いし、なんかやっぱ恵比寿中目とかに比べたらやっぱビル圧倒的に高いし、空中回廊が苦手。全部空中回廊でつながってるんでしょ。光栄とかね、そうなってますよね。そう渋谷とかあれ何なんですかね、この土地によって、なんでしょう、落ち着く場所と落ち着かない場所があるっていうのは。中目って高架下に結構店並んでるじゃないですか。あの辺とか結構いいですよね。いいですいいです、いいですよ。やっぱなんかちょっと下町っぽさがあるのか、でもおしゃれだし、こんなとこにこんな店あったんだとかね、そういうのが楽しいですよ。なんか前にお仕事で中目黒行った時に、たまたま通りかかったところにめっちゃいいファッションのサブカルファッションのゲームの T シャツとか、そのアメコミとかそういうのの T シャツを取り扱ったところがあって、で世代的にすごいプレステ世代なんで僕は、クラッシュバンディクーの T シャツとかがあったりとかして、なるほど、いい店だなって思ってフラって立ち寄ったら、なんか YouTuber の人が経営してるお店らしくて、そうなんだ、ファッション系の、すごいいい出会いがあったな。そういうお店があったりとか、しかも土日にしかやってないとか。そうなんだ。平日休みで。そこで結構買うんですか？いや、もうたまたま本当に中目で仕事あったのがそれぐらいなんで、その時にちょっとお名刺いただいて、一旦ちょっと相互フォローとかにはなってみたものの、それ以降音沙汰はないみたいな。僕はね、大阪と東京で、そうですね、 2,3 ヶ月に一遍は絶対寄るっていう店があって、どこ？だから嬉しいんですよ。そうで、僕は店はその店主と世間話ができないと嫌なんです。喫茶店もそう。喫茶店も何店舗か世間話ができる店主、どっちもね。ほんで僕がねよく言うのは、代官山と恵比寿のちょうど中間地点ぐらいにある、うわこれ言っていいんかなピーとかね。いやアロハの店なんですよ。ほんでもうね、間口3メートルぐらいの店なんですよ。ほんでもうすごい僕気に入ってて、その店の店主とは1920年代とか40年代とかそこら辺のブルースの話をずっとね、まあコアな音楽が好きで、ほんでそこに数々のアロハが置いてあるんですけど、僕が一番気に入ったのは売る気がないんです。なんかこうやってこれもありますこれもあります、そうか、でもなこの色とか、いやいや、もうちょっとしたら新しいのが入ってくるかもしれへんから買わなくていいですよって平気で言う買わなくていいですよっていうことをその店で10回聞きました。あら、なかなか芯のある店主さんですね。そうなんですよ。でもね、結果ね、僕そこでアロハね、7,8 枚は買ってると思うんですよね。だから僕の人生にこの色合いがその時にね、なんか出たり。確かにアロハ着てるイメージありますわ。そうですか。 YouTube とかでも。そうかそうね、そうですよね。この間もなんか虎がなんか走り回ってるような図柄のアロハ着て、ゲーム配信してましたね。
なんか決めてるんですか、そのゲーム配信の時はこういう服装でいいよみたいな、カジュアルでいいよみたいなとか。そうなんですよなんでしょうね、ゲーム配信する時は派手な格好をしたいんですよ。やっぱそうなんだ。なんであれやっぱなんかそのゲームっていうものが結構きらびやかなものというか、そうか、やっぱトンマナじゃないけど、そうか、合わせに行こうとしてるっていうことなんかそのオフで楽しんでる感を自分でも演出したいんでしょうね、人に見せるってことじゃなくてより入り込めるというか。そう。あとそれとこの頃僕はなんて言ったらいいんですか、フード付きのなんて言うんですかあれは、フーディー、トレーナーっていうなんていうまあスウェットとか、スウェットか、フーディーとか言うんですか、それにね突如ハマり出しました。なんかそれがほんでハマり出すと、お知り合いの人にいただいたりもして、なんかフードついてるものに今ハマってますね。まあ楽ですよね。そんな似合いそうでも。でも結構きます。あと首元あったかいし。そうか。とかだし。あとゲームチャンネル最近なんか分けたじゃないですか。よくご存知ですね。あれはなんかあるんですか。静かに分けたの。静かにいやなんか重大発表みたいな動画上げてましたよ。皆さんにお願いがありますみたいな。いや重大発表じゃない、あれはそうか、重大発表って一応言うたんや会社はな、そうか。いやでも別に地味にやったんですけど、結局何をやってるか分からへん番組になっちゃったんですよ、チャンネル自体が。そう、ある時には悩みの相談してる、ある時にはゲーム配信してる、なんやろ、ある時にはなんかこう自分で勝手に喋ってるとかいうね、でそれをちょっと分けましょうって言って、ほんだらね、でもねゲーム配信がすごいやりやすくなりました、あれ絞った方が僕は結果的には良かったですね。そうですね。なんかやる気がこうムクムク湧いてきました、もう気兼ねなくゲーム投稿、こういうチャンネルがあるんだから気兼ねなくゲームをやっていいんだよねって。でも、やめんさんなんかは自分でやるでしょ、自分で全部ゲームやるでしょ。そうですね。あれね、僕ちょっと劣等感あるんですよ。僕それだけの時間をね費やすことがちょっとできなくて、あらかじめスタッフがずっとやってくれたものとか、それとかも超絶技法の、方がいらっしゃるんですよ、その人からその一部映像を借りてきて、そこに僕の解説を乗っけるっていうようなことも、そうですね、7割8割そうなんですよ。だからちょっとゲーム配信って言ってもちょっと変わった、コメンテーターみたいな、そういうことですよね。なるほど。この間もだから小学館の人にそのゲーム配信をやってる変わった精神科医っていうのでなんかインタビュー来てくださったんですけど、でも先生のやり方はちょっと特殊ですよねってやっぱ言われました、でもどうなんですかね、やっぱり自分でゲームをやりながら配信してるっていうのはこう快感ですか。なんか特にやっぱその謎解きみたいな作品を好むんで、そういうのでこれってこうじゃないのっていうのがやっぱりバチッとハマった時とかはすごい嬉しい。ということはその打ち合うとかそんなんじゃないわけですね。僕はあんま対戦型のゲームあんまりやんないですね。ほんならそのダンジョンの中をずっと行って、あれこれはどこにはまるんだろうとか、この謎はどうやって解いたらいいんだろうというようながあるわけですか。そういうゼルダ的なやつもやりますし、もう本当にかまいたちの夜みたいなミステリーものとかもやりますし。いやかまいたちの夜は怖かったなあれとかも自分でポチポチ進めながら、ちょっともう自分のタイミングでも止めて、これってこうなんじゃないのみたいな話をして、この先絶対こいつこういうこと言うでしょって言って、もう A ボタンを押したら実際にそのセリフまんま一言一句たがわず同じようなこと言うみたいな。そうか、まさにゲーマーとしてのすごい地層があんね、そこにキャリアが。そう、僕はそうですね。そっちか。ていうかアニメとかが好きなんで、アニメあるあるとかその物語あるちょっとメタ的な視点、自分が作家だったら次これ書くなみたいな。あなたそれものすごい得意そうな気がする。膨大な、なんかその資料をちゃんと集積して頭の中で整理してるような感じする。そういうのはすごい聞こえはいいですけど、なんかアカシックレコードみたいで聞こえる。アカシックレコードや。違いますよ、そんな大層なもんじゃない。そう、でも結構当たるんでしょ。結構、似たようなことを言うみたいなのが多いですね。僕はだからその真逆で、僕も考えるの好きなんですよ、でもキャラクターはその
架空のキャラクターじゃないですかみんなね。でそれ出てきて例えばこの人がこんな風なその、風景をしてる、髪の毛を後ろにくくってるとか、なんかこんでそれでこうだなみたいな感じでちょっとかましてくるような言い方すると、あこれ明らかにこの人変態やわとか、それはその脚本は分からないわけじゃないですか、はいはい、しかもそういうホラーゲームって僕はあなたのその10分の1もやってないから、ただこの人が目の前に現れて僕の診療所とか僕の大学の講義に現れたら、僕はこんな風にこの人を読み解くっていう、だから本当にいたらという体でやるんですよ、だからバチバチ当たる時と、全部ひっくり返ってしまう時とのこの差が面白いっていうか、それはありますね。まあでもそんなもんだと思いますけどね実際。でも明らかにあなたの場合はキャリアから言ってるわけでしょ。まあキャリアっていう時すごいゲームキャリア、まあ聞こえはいいですけど、まあそういうことですね、ゲーム遍歴というか、そうか、まあオタク遍歴というか、なんかもうなんかテンプレートみたいなのがやっぱあるんですよね。こういうキャラはこういうことを言うみたいな。そうなん、俺全然わからないそれ。全然わからない。アニメとか見てると、なんかまあ金髪のお嬢様キャラクターは絶対オーホッホっていうみたいな。例えばね、例えば僕この間それディズムスさんのTRPG やった時にさ、マキマキの女の子が出てきた途端に、ハッチさんっていうハッチさんと一緒にやってたんです。あかん、俺こういうの苦手や、あんたにも譲るって言って本当にマキマキの女の子が出てきたという体で喋るしかないんですよ。そうですね。ほんまに、こんなこと言ってマキマキの方はほんま怒らはるかもしれんけどマキマキ系ダメなんですよ、怖いんですよ。わかりますわかります。だから本質的に僕女性恐怖があるのかな、つい自分のことも分析してしまうけど、マキマキね、マキマキってダメなんですよ。ダメっていうか、嫌いじゃないんですよ、こう美しすぎてあなたが怖いみたいな、ロリータ系とかだから苦手ってことですよ多分。そのゴスロリとかロリータファッションですみたいな、そうってことじゃないですか。ちょっと待ってください、ゴスロリの人と時に付き合ったことないから想像できないんですけどゴスロリの人ってこんなマキマキなんですかとかの人もやっぱいますし、その髪の毛とかもすごい丁寧にやってらっしゃる方は丁寧にやってる、うわもう丁寧にやってる方は近づけないと思う。それはなんでやっぱその人の世界があるからそれを崩しちゃいけないってことなんですかね。全くその通り、その完璧な世界をその人がもう演出しておられるので、私お呼びじゃないですねっていう感じに多分なってしまうと思います、どっちかというとやっぱカジュアル思考でいらっしゃいますもんね。そのなんかグルーブに乗っていこうぜみたいな、起きたことをグルーブに乗っていこうっていうタイプじゃないですかやっぱ。なんであなた僕に完璧な分析を今ぶつけましたねこれ支配しようとしてんのかな。いやそんなことはないと思う僕も面白がってるから、そうグルーブに乗らないと無理、僕に対してやっぱその書かれてるシナリオ感がやっぱあるからじゃないですか。そのゴスロリの人って。ちょっと待って、はい、ほんならあなたは、そのここにはシナリオありきだなっていうところにスッと入っていけるんですね、まあでも入っていけそう、俺よりは入っていける口な方だとは。うわ強いな思います。グルーヴ感もでも好きですし、結構分けて接せる方なのかな。まあ自分で言うとあれですけど、でもそうじゃないと完璧な脚本があって完璧な照明があるそんな舞台の中にさっと入っていけないよね、考えたら。そうですね、演出家の意図を読むっていうのがやっぱあるんで、脚本家の意図を読む、演出家の意図を読む、これが得意な方な役者ではある。別にこれができない役者でもいい、最終的にいい作品ができれば、その人の個性でもうそれよりもいいもの、想定よりもいいものが生まれることって絶対あると思うんで、できないはできないで全然いいと思うんですけど、僕はどっちかっていうと脚本家の人の意図を読んで、演出家の人の意図を読んで、こういうポジションの人がこのシーンにいてくれたら嬉しいよね、このシーンはこういうシーンだからこう演じるべきだよねを行こうとするタイプ。うわかっこええ、なんかプロっていう感じがする。いやでも一個やっぱ殻突き破れないなってのはありますけどね。その上でどういう風にしたら殻が突き破れるんですか。自分なりの個性というか、その上で、ちゃんと箱にはまった上で個性を出すということっていうのが一番強いと思います。やっぱそんな人いるんや。いや、いらっしゃると思いますよ。そうなんや、そうか。まあ、世間一般でこうね、癖がある役者さんっていうイメージだとやっぱどうしてもその個性で
キャラクター丸ごと自分の世界に引きずり込む人っていうイメージがありますけど、はい、すごいやっぱ優秀なバイプレイヤー、はい、脇役の方々とかはやっぱりそういうのが上手い方々なんだと思います、なるほど、そういうことを彼らはやってたのか。勉強になるな。いやだと思うけど、その枠にはやっぱなかなかいけないなっていう。それはその人たちは我が強いんですか、それとも自分なりに作り出して何か個性を出すんですか。どうなんですかね。面白いな。でもその役柄にパチッとはめていけるっていうのは分かるんですよ、やれると思うね、でも自分がしっかりある人やん、あなたは割と、そうですね。でもその役柄にちゃんと自分を合わせていけるわけでね、そこに喜びを感じるっていうか。だから逆なのかもしれないです。その自分があるから役柄に合わせにいってるでしかないのかもしれない。平気で合わせにいってんねや。いってる止まりになるのかもしれないです。もう役柄に完全になり変わっちゃうまでいけない、自分があるから、寄せに行ってますねっていうのでいまいち殻を突き破りきれてないっていうところになっちゃうのかもしれないですね。でもそれだから突き破りたいんですか。いや、その方がやっぱり役者としては優秀な役者だと思うんで。なるほど。欲求はあるわけや。だから使える人材でありたいっていう欲の方が、わかりますどちらかというと、わかります。何か役者として見せたいっていうよりかは、こいついい役者だ、使えるわって思われたいの方が強いんで。うわ、すごいな、すごい世界やな、そこにはまだ多分いけないだろうなっていう。なんかそれ戦略的にこれかなみたいなのはなんか見えてるもんあるんですか。いやどうなんですかね。なぜちょっと横のつながり広げないと狭い世界でもあるんで。そうか、ほんでこいつのここをちょっと盗ませていただこうみたいな、とか、やっぱ打算的ですけど、演出家の人とかプロデューサーさんと仲良くなることが多いですかね。その人の世界観知りたいのもあるし、やっぱりそこで私あなたのことを理解してますっていう、パフォーマンスじゃないけど、何かしらその一体感を感じ取ってもらえるとその先にもつながるしっていうので。もうあれやね、そういうのっていうのは人間の思いと思いがうまく絡まり合ってて、全部今の話はもう見えない世界のものすごい攻防戦の話ですよね。でもそうですね。言語化お互いがするわけじゃなく、なんか僕の中ではなんかこういうここでバーンってなる感じのイメージなんだよなって言われたのを、そのバーンは一体何なんだろうっていう、それは体を身体表現でドーンってくるってことなのか、それとも声色でドーンってくるってことなのかとか、全体的なその絵面的な話なのかとか、すごい。なんかそれってどういうことなんだろうみたいなのをこう深掘りしていくというか。だから僕らが分析するのとはほんまにある意味真逆ですよね。というと、その人が必然的にそこに落ちていくところだけをこう見ようとするわけでしょ。だからストレスがあるっていうのは、過剰にそういうものに適応してってしんどくなってる人が頂点に達した時に、どこだったら落ち着けるよねっていうとこだけを僕なんかは見る仕事やから、そのずっと適応してると自分を見失うわけじゃないですか、特に身体が疲れてくる、でここだと身体はリラックスできるよねっていうところをなんかこう究明していく方の仕事やから、今聞いたこと、その疲れる前、その人たちが膨大な人との対人関係に揉まれている現場の話をうまいこと聞いた感じがします。そうなんや。確かに。なんかね、よくストレスゾーンとかコンフォートゾーンとか、そういう言葉がありますけど、なんかそこを本当にストレスを適度に与えつつかつリラックスをしているっていう状態を突き詰める仕事では確かにあるかもしれないですね。すごいね、止めどないですな。いやそうですね、やることはいっぱいあるなという感じがしますけれども、その中でゲームをやってるっていうのはやっぱり自分の発散になってるんですか。ちょっとゲームの話もしたいんですけど、ちょっともうそろそろタクシーがつきそうなんでそうでした。ちょっとまたお話ししましょう、その話は。ありがとうございました。ありがとうございました。降ります。
もしもし、すいません、配車をお願いしたいんですけど、今から大丈夫ですかね。すいません、ちょっと荷物が多くて、ちょっと YouTube の機材とか、ちょっとホワイトボードとかいっぱい積んでるのがあるんですけど、大丈夫そうですかね。大きいのを頼めればと思うんですけれども。はい、ありがとうございます。そしたら、待ってますんで、すいません、お願いします。